こんにちは、命守です。高校で生物を選択しなかった皆さんと一緒に生物の基礎を勉強していきたいと思います。ナスリサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初のテーマは細胞です。細胞は生物の基本単位と言われますね。基本単位？はい、すべての生物は細胞からできているということなんですが、言い方を変えると細胞でできていない生物は存在しないということでもあります。ふむ。そうですね。例えばレンガでできた建物ばかりが並ぶ中世の街を想像してみてください。ああ、なるほど。つまり建物が生物で一個一個のレンガが細胞ってことですか？その通りです。ただしレンガはただの土の塊ですが、細胞は生きていていろいろな役割を担っています。これは動物の細胞を大きく描いた模式図です。細胞はとても小さいので肉眼では見ることができないんです。私は両目とも視力が 2.0 なので、もしかすると。見えません。人の目で見えるのは髪の毛の太さぐらいが限界と言われていますので、だいたい 0.1mm ほどですが、普通の動物細胞だと20ミクロン、正確に言うと20マイクロメートルほどしかないのです。マイクロ？マイクロはミリの1000分の1の単位です。つまり20マイクロメートルはミリに直すと 0.02mm ですので、動物細胞のサイズは髪の毛の太さの5分の1くらいです。それは見えないです。実際にはもっと小さい細胞もあるんです。ですので普通細胞を観察するときは顕微鏡を使うことになります。細胞を観察しやすいように染色して光学顕微鏡で見ると、細胞の中に丸い構造物が見えるんですが、これが核と呼ばれるものです。核って核兵器とかの核ですか？核は中心という意味なのでその点では同じですが、核兵器の核は原子の核なので違います。細胞の核の中には生命の設計図とも言われるたくさんの遺伝子が入っています。ちなみに普通核は細胞に一つしかありませんが、例外的にたくさんの核を持つ細胞や逆に核がない細胞もあるんです。基本は核一つで、核には設計図。じゃあ核がない細胞は設計図を持っていないということですか？そういう細胞も未熟な時は設計図を持っているんですが、成熟して完成してしまうといらなくなって捨ててしまうと理解してください。なるほど、わかりました。それから核以外の部分を細胞質といって、これらを薄い細胞膜が取り囲んでいます。細胞は分裂することで増えたり新しい細胞に置き換わったりしていくのですが、これについては別の機会に説明しますね。はーい。今回は模式的な細胞を示しましたが、細胞というのは1種類ではありません。例えば人には約200種類の細胞があると言われています。あれ、なんか意外と少ないですね。そうですね。種類は少ないのですが、大人だと細胞の数は全部で約37兆個あると言われています。37兆？ええ。でも私たちがこの世に生を受けた一番最初の段階では受精卵と呼ばれるたった1個の細胞なんです。この受精卵が細胞分裂を繰り返して最終的に200種類37兆個という膨大な数になるわけですね。わあ。200種類の細胞を全部見ていくわけにはいきませんので、ここでは人の代表的な細胞をざっと見ていきましょう。はい、ざっとでお願いします。人も細胞からできていますと言われても実際ピンとは来ないですよね。まず手のひらを見てください。何が見えますか？そうですね。細かい溝が見えるだけですね。今見ているのは皮膚ですね。皮膚の断面を模式的に描くとこのようになっています。目に見えるのは皮膚の表層にある表皮と言われる部分です。実は表皮の一番外側は死んだ細胞が積み重なったものなので、皮膚を見てもそもそも生きている細胞は見えません。死んでるんですか？そうなんです。この細胞はケラチン細胞というんですが、成長の過程で細胞内にケラチンというタンパク質を溜め込んで死んでしまった状態です。ケラチンって髪の毛にあるあれですよね。
そうです。髪にも爪にもありますね。ケラチンは非常に硬いタンパク質の繊維で、体の表面を覆う皮膚では異物の侵入を防いだり、水分の蒸発を防ぐバリアの役割を果たしています。つまり私たちはケラチンの鎧を身につけているようなものですね。じゃあ、あんまり体をゴシゴシ洗っていると鎧が薄くなっちゃいますね。そうですね。まあ強く洗いすぎるのは良くないです。このケラチン細胞は表皮の一番奥にある基底細胞っていう細胞が分裂して増殖し、外側に押し出されていったものなんです。やがて死んで赤やフケとして剥がれていきます。生まれてから剥がれるまでだいたい4週間から6週間と言われていますね。じゃあ、今の私の肌は生まれて1ヶ月の新品ですか？まあその通りです。表皮は絶え間なく変わっているんです。それでは表皮の内側を見てみましょう。表皮の内側には真皮という部分があって、コラーゲンが多く含まれています。コラーゲンは繊維芽細胞という細胞が作り出しています。なるほど。コラーゲンは美肌の真皮と。真皮って真の皮と書いて真皮ですよ。ちなみにコラーゲンをいくら食べても肌に塗っても効果ありませんからね。自分で作り出さないとダメなんです。真皮のさらに内側には皮下組織があります。皮下組織には脂肪細胞が集まっています。脂肪細胞というのはその名の通り、細胞の中にたくさんの脂肪を溜め込んだ細胞です。脂肪ですか。いわゆる皮下脂肪ですよね。ない方がいいですよね。いやいや、とんでもない。何かにぶつかった時のクッションとしてもとても大事なんですよ。まあお腹周りなどに増えすぎるのは良くないですけどね。皮下組織の内側には骨格筋、いわゆる筋肉があります。骨格筋は両側が骨につながっていて、伸び縮みすることで骨を動かします。筋肉は筋細胞が集まってできていて、実際にはこの筋細胞が収縮します。筋細胞は細長い細胞なので筋繊維とも呼ばれます。ちなみに生物学では繊維ってこう書くんですけど、医学分野では線の漢字が違ってこういう風に繊維って書きます。へえ。で、筋細胞なんですが、細胞としてはとても大きくて核をたくさん持っているのが特徴的です。なんかしましまですね。そうなんです。骨格筋の筋細胞は顕微鏡で観察すると縞模様が見られるので黄紋筋とも呼ばれます。筋細胞には骨格筋の他に心臓を形作って拍動を生み出している心筋もあります。心筋も黄紋筋ですね。それともう一つ、平滑筋というのもあります。これは胃や腸の壁、血管の壁などにあります。胃腸ではその運動を引き起こしたりしています。お昼前にお腹がぐーっと鳴るのはひょっとして平滑筋のせいですか？そうです。空腹時には胃や腸の平滑筋が強く収縮するんですね。それから骨格筋は自分の意思で収縮をコントロールできますが、心筋と平滑筋はコントロールできません。確かに手は挙げられますけど、心臓を止めようと思ってもできませんね。そうですね。骨格筋をコントロールすることができるのは運動神経がつながっているからです。筋細胞に接続している運動神経から刺激が送られることで筋細胞を収縮させることができるのです。神経細胞はニューロンとも呼ばれ、背骨の中の脊髄というところに細胞体っていう核のある本体があるんです。そこから軸索という長い突起を筋細胞まで伸ばしています。結構遠いですよね。そうです。軸索は長いもので数十センチメートルもあって、体の中で束になっているので神経繊維とも呼ばれますね。ここも繊維ですね。そう、繊維ですね。ではもう一度皮膚の図を見てみましょう。皮膚には血管も通っていて、その中を血液が流れています。血液ってなぜ赤いかわかりますか？あれですか？赤血球の色ですか？正解です。赤血球ですね。少し詳しく言うと赤血球の中にあるヘモグロビンの色です。さらに言うとヘモグロビンに含まれる鉄、いわゆる赤サビの色なんです。そっか。
唇が切れたり舌を噛んで血が出ちゃった時に金属っぽい味や匂いがするのは鉄のせいなんですね。そうです。ちなみにヘモグロビンというのは酸素を運ぶためのタンパク質なんですが、赤血球は酸素をできるだけたくさん運ぶために核まで捨てて細胞内をヘモグロビンでいっぱいにしているんです。それから血液の中には白血球とか血小板という細胞もあります。白血球も文字通り白いんですか？実は血液をそのまま見ても白いかどうか分かりません。というのも白血球の数は赤血球の1000分の1くらいしかないんです。ですが遠心分離機にかけて赤血球と分離して白血球だけを集めると実際白く見えるんです。本当に白いんですね。白血球は何してるんですか？白血球にはいろいろな種類があるんですが、主に体に入り込んだ細菌やウイルスなどの異物とかがん細胞なんかを退治しています。がん細胞も？そうなんです。私たちの体内では毎日3000個から6000個のがん細胞が生まれていると推定されているんですが、私たちがすぐにがんにならないのは白血球が退治してくれているからなんです。おお、白血球すごい。じゃあ血小板は何してるんですか？血小板は血管が傷ついた時に集まってきて出血を応急的に抑える役割がありますね。ちなみに血小板は大きな細胞の細胞質がちぎれたものです。じゃあ血小板にも核がないんですか？ええ、核はありません。あと核はあるけど DNA の量、つまり設計図が半分しかない細胞があります。半分？生殖細胞という特殊な細胞で、男性では精子、女性では卵子ですね。精子と卵子の受精によって核が融合し、半分足す半分で1、つまり通常の DNA 量になるわけです。この受精卵は先ほどお伝えしたように新しい生命の始まりとなる細胞です。さて、実際にはもっともっといろんな細胞があるんですが、全部を説明していると時間がなくなってしまいますので、ここまでにしておきましょう。はーい。ここでは細胞が生物の基本単位であること、生物がいろいろな細胞でできているということを覚えておいてくださいね。本当にいろいろな細胞があるんですね。ありがとうございました。